こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、カスカベツムギだよ。今回はな、久しぶりにもってなしのバニラの世界にやってきたぞ。バニラの世界ということはあれですね。そうなのだ。今回は11月21日に発売されたばかりの DLC ノーコンプロマイズノーサレンダーを入れて大日本帝国で遊んでいくのだ。バニラの大日本帝国、懐かしいね。うちのチャンネル初の本4実況はバニラの大日本帝国だったね。そうだっけか。まあいいや。そして見るのだ。この DLC 欄に新しい日本ミワーク DLC があるの。あ、主戦度で有名なトークチャンネルが DLC を買ってますよ。まあ東アジアの DLC は特別なのだ。あわ、日本の国旗が旭日から日照旗に変わってるさん。昭和天皇の顔グラも変わったのだ。前まで海外の人からアホでいじられてたし3頭だね。さらに天皇陛下とは別に不詳の顔グラも用意されるようになったのだ。今までなんか変だなって思っていたところが修正された DLC って感じですね。そしてこれが新しくなった東アジアの地図。うわ、ただでさえ分裂してた中国がさらに分裂してるし、シーベイサンマが爆散した上に新疆や河北なんかに国が追加されたね。中国プレイも気になりますな。まあ中国プレイも気になるけど、今回は冒頭で言った通り大日本帝国でプレイしていくのだ。それじゃあ早速行ってみるのだ。ワクワク。早速スタートなのだ。まずは大日本帝国の現状から見ていくよ。現在の指導者は岡田圭佑。与党は中道の挙国一致内閣なのだ。ファシスト国家じゃなくなったんだ。まあこっちの方が正確だしいい変更だね。そして次は国民精神。一つ目は軍国主義。研究速度と民需工場建設速度にデバフ。その代わりに戦争目標正当化時間と徴兵法変更コストにバフなのだ。まあこれは以前からありましたよね。二つ目はロンドン海軍軍縮条約。艦艇の建造コストの最大値が制限されるのだ。これも前からあったね。三つ目は帝国の影響。後で説明する4つの派閥が与えるバフでバフの一覧がこの国家方針に書かれているのだ。4つ目は国家神道。降伏限界と戦争協力度にバフがかかるね。5つ目は帝国陸軍。装甲に関する研究や生産にデバフがかかるな。6つ目は帝国海軍。護衛効率に 15% のデバフか。輸送船が沸かすか沈められる気しかしないのだ。7つ目は陸軍及び海軍航空隊。航空技術の研究速度にデバフなのだ。これも以前から名称が違うけどあったよね。最後は初期工業化努力。うわ、消費財工場に 30% のデバフあるじゃん。君、日本が近代国家とでも思っているのか。むむむ、でも資源さえあれば西洋諸国に引けを取らないものになるはず。お次は今回の DLC の目玉、新しくなった日本の国家方針を見ていくのだ。どんなものかな。いやめっちゃでかいな。最大まで引いてみても見切れてるぞ。これ DLC なしの時に比べて5倍くらいのサイズ感になってないか。ちなみに正面にあるのは政治系ツリー。左から共産ルート、民主ルート、行動派ルート、統制派ルートがあるのだ。さらにこの政治系ツリーの右には工業系ツリーと軍事系ツリーがあるよ。すごいな。共産ルートはアイヌ革命論を実行したり、民主ルートは自民党を作れたりするみたいなのだ。行動派ルートの下の方にある発行1位も気になるね。領有したり支配している州を統合できるって、これ効果を見るだけでめっちゃ強そうなのだ。史実ルートも山本五十六を首相にできたりするみたいだしめっちゃ気になるね。そして国家方針画面の中にはこのように帝国の影響という項目があるのだ。陸軍、海軍、財閥、市民の4つの陣営の影響力が変化することで国家にいろんなバフでバフを与えるらしいよ。その勢力は政治力を使って調整できるらしい。じゃあ財閥を優遇しまくって工場を建てまくるのだ。まあそれもいいんじゃないかな。とりあえず今のところは政治系ツリーは進められないようだから工業系ツリーを進めていくのだ。日本経済は世界恐慌から回復傾向にあるものの迅速な回復を実現するために商工省の拡大を支持するよ。さてと、じゃあ次は研究するのを決めていきましょう。研究枠は3枠。噂によれば研究枠減ったらしいっすよ。まあ DLC これとレジスタンスのやつしか入れてない僕には大してヤバさがわからないのだ。陸軍師団数は60師団。なんか増えた。確かに前までこんなにいた気がしないのだ。そして陸軍元帥と将軍も変更が入ったのだ。前まで元帥だった人が将軍になって元帥には新しいお方がついてますな。将軍の新規追加も行われてるらしく見慣れない顔の将軍も増えたのだ。残念ながら牟田口はいない模様だね。そして最後に日本の州も細分化されたのだ。北東北と南東北、東海と北九州と南九州なんかが追加されたね。
内政中にはありがたい変化なのだ。それじゃあやることやったし時間を動かしていくよ。時間を動かした瞬間にイベントが来たね。ふむふむ、どうやら陸軍内の行動派と呼ばれる派閥が軍事クーデターを企てているらしいのだ。奴ら行動派に敵対する人間を暗殺する気らしいぞ。いきなりクーデターかよ。行動派らしいな。ディシジョン画面には高橋是清と渡辺丈太郎の身辺警備を強化する項目が追加。今回は高橋是清の身辺警備を強化するのだ。国家方針も高橋是清の政策を踏襲。引き続き軍事予算を削減するのだ。消費財向上にバフがかかって民事工場も増えるね。その代わり軍事工場と造船所の建築速度にデバフがかかるのだ。と、ここで1936年総選挙の結果が来たのだ。与党立憲政友会は過半数を割り、野党立憲民政党が第一党になったようです。次の首相は松田忠治か。緊急事態です。陸軍内の行動派が天皇陛下による国家の直接支配を目指して東京の政府中枢を占拠したとのことです。まずいことになったな。行動派は陛下の支援を期待しているようですが、現在陛下は沈黙を守っているようです。我々は行動派に対してどのように対応しましょうか。もちろん行動派に対しては厳しく対処していくのだ。ただ今回のこの行動派によるクーデターは軍部による政治の歪みが招いたものでもあるよ。これを機に軍艦が軍隊を統制できるようにしなければならないのだ。でしたら警視庁に反乱を鎮圧させましょう。ことが済んだと行動派に対する裁判の時に軍の関与を最小限に抑えられるよ。これにより岡田の軍縮性演説が自動的に達成。岡田首相は今回のクーデター未遂を受けて軍部の干渉を非難する演説を行ったのだ。軍の反発は必至ですね。国家方針は政治系ツリーを進めるのだ。まずは反軍連合の結成から。超党派による反軍隊派閥を作って軍隊に抵抗しよう。欧州ではドイツが非武装地帯ラインラントに進駐。ベルサイユ条約違反にもかかわらず英仏は何もしないようだね。岡田総理が東京駅で特攻警察に殺害されたのだ。おそらくは軍の差し金か。特攻警察と軍部は指揮系統も全く違うのでは。まあ細かいことは気にするなのだ。軍は帝国議会に対して軍部を排除する試みに武力で抵抗すると脅迫したとのこと。岡田首相暗殺を受けて天皇陛下が新首相の指名を行うようです。候補は自由主義者の町田忠治、社会主義者の安倍壮、貴族院議長の徳川家里がいるよ。誰が選ばれるのかな。今回はかつて日本を統治した一族徳川家から貴族院議長の徳川家里が首相に指名されたよ。彼のもと日本の民主主義を必ず守り抜くのだ。まさかこの国難において再び徳川家の力が必要になるとは。ここで文武がストライキに突入したのだ。もはや政府が攻撃を受けても防衛しないと宣言したらしい。実に不愉快なのだ。しかもストライキ中は部隊の訓練、解体、手段編成の変更ができないらしいね。治安維持法の廃止までこのストライキは続くようだし、早いとこ廃止に向けて頑張ろう。そのようだな。それまでは警察が代わりに政府を守るようです。今度は何なのだ。どうやら軍部のやつら、ストライキでは来たらず内戦勃発を想定して、日本各地の支配権を確保しようと動いているようです。くそ、もはや現状の軍は日本の敵。こっちだって警視庁を動員して各地の支配権を守るのだ。ディシジョン画面より政治力を使って日本各地の支配権をめぐる争いが開始されたよ。とりあえず東海道から首都内海沿いの支配権だけは絶対に守るぞ。一方で政府は皇室からの支持を集めるよう動くようです。高松宮信人親王と貞明皇后から支持をもらえるようなのだ。一方で陸軍は大阪を制圧。大阪を本拠地として今度は忠誠心の低い諸侯を政治的に粛清しようともしているよ。対応に遅れると内戦が始まりそうな予感がするのだ。皇室からの支持を集められたようですよ。ならば次は穏健派に揺さぶりをかけて軍の勢力を削ぐのだ。さらに右翼団体と手を組み我々と協力するように説得するよ。児玉義雄が諜報員になるようです。そして警視庁の拡張も行うのだ。軍が機能しない今、唯一の実力組織が警察である異常警視庁の拡張は不可避だね。ただ陸軍の二の舞を演じることはないようにするのだ。と今度は中国の方で中華統一戦線が結成されたとのこと。てっきり国民党と共産党で争うのかと思ってたのだ。いずれ対処するとして今は帝国議会での反軍派の勢力拡大と軍の勢力を削ることに注力するのだ。そして民主主義勢力の支持率が過半数を超えたことでついに治安維持法の廃止の国家方針を踏めるようになったのだ。
やりましたねずんだもん先輩。これで軍隊のストライキが終わりますよ。これで平和的に日本の民主主義国家として道を踏み外さずに済みそうなのだ。ずんだもん先輩まずいっすよ。何なのだ。治安維持法廃止の方を受けて大阪城に本拠地を築いていた陸軍の駐屯部隊が政府側の駐屯部隊に攻撃を開始したとのことです。あれ、平和的には民主主義に進めない感じ。これを受けて各地で軍が反乱を開始。日本で内戦が始まったよ。結局内戦かよ。次回、日本内戦、お楽しみに。